皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？以前私がフランス旅行中にパリのエルメスでバーキンを購入したという動画を3本ほど投稿しました。もしまだの方でご興味があられる方はそちらもご覧ください。あの動画に関しましてはもう本当にただただ赤裸々に私の体験談をお話ししたために喋り倒してとっても長い動画になってしまったんですが、ありがたいことにご好評いただいたので本日はパリのエルメスでバーキンを購入しましたというマイバーキンストーリーの動画に関していただいていたご質問にお答えしようと思います。それでは早速行ってみましょう。まずパリにはエルメスの店舗が3店舗あります。1つ目は本店のフォーブール・サントノーレ店です。で2つ目はサガンにある、セーブル店ですね。こちらはとにかく内装が美しくてとても広いのですごく開放感があります。で3店舗の中でも一番新しいんですね。そして3つ目はジョルジュサンク店です。こちらの店舗は凱旋門の近くにあってで3つの店舗の中で一番小さい店舗になっております。そして今回私がバーキンを購入したのは本店のフォーブール・サントノーレ店です。はい、次行きます。今回私はパリのエルメスで初めて購入した際にプロフィールを作ったので今回は何の実績もなくフリーです。でもパリに着いた初日にツイリー、ケリーに巻くツイリーを1本だけ購入しました。これはノーです。もちろんねその時の在庫によります。でちなみになんですけどパリのエルメスの販売員の方々は、バーキン、ケリー、コンスタンスのバッグのことをアイコニックバッグと呼んでいてで運よくねバッグの予約が取れたとしてもNo iconic bag today と普通に言われるそうです。これはちょっと私の憶測になるんですけど、実際には在庫はあるんだけど観光客の方とかフリーのお客さんに売る在庫がないよという意味の方が私は近いのかなっていう気がしています。なんせパリは毎日抽選で50組ずつ各店舗お客さんをバッグの予約で入れているそうなのでいくら本店が近くにあるからといってバッグの数がそれを上回るレベルで日々ストックしてあるとはちょっと思いにくいですよね。でもその時にNo iconic bag today っていう風に言われちゃったとしても希望した色味の別のバッグをオファーされることはあるみたいです。エルメスではクォーターバッグシステムというのを採用しています。でクォーターバッグシステムって何と思われた方もいらっしゃると思いますが、クォーターバッグシステムっていうのは端的に言えばバッグの割り当てのことです。年間エルメスでは2つバッグを購入することができます。基本的には上半期に1つ下半期に1つの計2つですね。ちなみにこのクォーターバッグシステムにパリで該当するのはバーキンとケリーです。でねお住まいの地域によってはこれにコンスタンスが加わることもあります。で言ってしまえばこのバッグ以外なら年間3つでも4つでも購入することが可能ということです。ですがたまにねパリの1週間の旅行中に2つバッグを購入できたという方が言うには1つ目は自分のアカウントで購入をしてで2つ目は旦那さんのパスポートで新しいアカウントを作ってそちらに2つ目のバッグを購入したということで履歴を載せて、2つ購入された方もいらっしゃいます。ただでさえ在庫が少ない中で一人の人に短期間でいくつものバッグを売らないというエルメスなりの配慮を感じます。
メスに行った日の服装はこちらです。こちらが初めてエルメスの本店に行った日で、そしてこちらがバーキンを購入した日の服装です。自分なりにスマートカジュアルぐらいの服装を選んで、もしお持ちであればエルメスのアイテムを身につけていかれるといいと思います。なんかささやかなエルメスファンアピールですよねなければ全然なくてもいいと思います。ちょっとこちらは確認し忘れていたので、次回パリのエルメスに行った時に確認してみます。なんか以前は日本語を話すスタッフの方がいらっしゃったらしいんですよね。でもちなみにパリのエルメスの販売員の方は皆さん英語を話されます。パリはたくさんの観光客の方がいますからね。私だったらどうしても不安な時は通訳の方をつけますね。今現地のギグワーカーの方でその1時間とか2時間単位でそういう方のお力をお借りすることもできると思うので、前回の動画でバーキンの値段を公表していなかったんですけど、結構気になられている方もいらっしゃると思うので今回公表しようと思います。こちらですね。さて見てみます。バーキン30センチトリオンクレマンスのお値段は税込み8150ユーロです。そしてちょっとここに載ってたんでついでにツイリーのお値段も公表しておくと、ツイリーは税込み165ユーロです。ちょっと日本に住んでいないので日本のバーキンの値段がわからないんですけど、参考程度にアメリカの現在2022年時点のバーキンのお値段を貼っておきます。来年あたりまた値上げがあるかもしれないですよね。今回私はバーキンを購入するまでにツイリー1本しか購入していなかったのですが、運よくバーキンを購入させていただくことができたので現時点では購入履歴は関係ないですね。がしかしこれも結構ずっと言われていますが、エルメスは、全世界の店舗での顧客の情報の共有化に踏み切ろうとしているそうです。なので例えばこれまで年間日本で2つ、それからパリで2つ、合計4つのバッグを購入していた方々も、このグローバルクオーダーバッグシステムが導入されれば世界中どこにいても年間2つまでしかバッグの購入ができないということになります。このシステムがね本当に導入されれば販売員の方は、どの顧客の購入履歴もシェアすることになるので、今積み立てをされている方々には有利なお話になるかもしれません。こちらはマンゴーのハンドメイドウールコートのお色味がライトパステルグレーです。旅行で本当に荷物がどんどん増えていってでスーツケースの中でいろんなものの下敷きになっていたんですけど、本当にコートはね軽くてでシワになりにくくてでプチプラなのに本当にすごい優秀だなと思いました。でちなみに今季のプチプラコートを探すという動画を先々週に出したので、そちらももしまだの方でご興味があられる方はご覧ください。これはイエスです。もちろん運もあるんですけど、最終的には対人ということもあって、私の経験からお話しすると、私のバーキンを購入した日に担当してくださった販売員の方は、本当にはるばるね海外から足を運んでくださるお客様に少しでもその希望のアイテムを購入していただきたいという思いがすごく強い方だったので、
その前日に彼女が担当したお客様は在庫がなくてバッグを購入することができなかったそうなんですね。でもなんかおそらく彼女はその時点で次の日にストックが入ることを知っていたのか、次の日に同じお客さんをまた呼んで、無事そのお客さんもバッグを購入することができたとお話ししていました。1日の違いで本当に雲泥の差ですよね。それに正直ほとんどの販売員の方は次の日その在庫がないからって呼び戻してくれるっていうことはしてくれないと思うんですよね。でもこんなに素敵な販売員の方もいらっしゃるということですね。 with nuns. いただいていた質問はこれぐらいでした。コメントをしてくださった方々ありがとうございます。近年はね本当に希少性の高さからなかなか出会えなかったり、本当に購入までのプロセスがね一苦労で、もうなんか今となってはそれすらエルメスが人々を魅了している一部になっているのかもしれません。もし最近パリのエルメスに行かれた方で近況を報告していただける方がいらっしゃいましたらコメント欄にお願いします。そうすることで近々パリに行かれる方の参考になると思うのでよろしくお願いします。パリだけでなくても最近出会いましたなどの報告コメントもお待ちしております。もうね有益な情報はどんどんシェアしていきましょう。さて今後も何かネタがあれば随時エルメス関連動画を更新していこうと思います。近々この1年でのエルパト報告動画みたいな動画を作成しようと思っております。そちらもよろしくお願いします。それでは皆さんここまで見ていただいてありがとうございます。良い一日を。バイバーイ。